空が青いなあ。はい、おはようございます。今日は5月27日火曜日、ということで今日も、リサイクルショップからお送りいたします。はい。昨日はいそうですね、看板を追加、現金硬貨買取というね看板をね、作りましたんで、今日は、そちらをですね、実際壁に取り付けていきたいと思います。はい、ということで、本日もよろしくお願いいたします。あと申し訳ない、下の点々点っていう、ボタンからですね、サンクスボタンっていうのがあるんで、そこからですね、投げ銭ができます。200円とかね500円とか寄付なんですけども、それができますんで、もし、ご興味がある方どうぞよろしくお願いいたします。赤字続きなもんでね、すいません。じゃあ今日も頑張ってやるぞ。えいはい、それでは今日も、モーニングルーティーンで、メルカリにアップしていきたいと思います。まずこれみなこ本田美奈子誰美奈子ノーサイドユーミン松任谷由実、それとパラチューンわかんない。それと中島みゆきおかえりなさい。それとマスオさんをアップしていきたいと思います。はい、今日のピーちゃんでございます。すごい大きくなったでしょ。今にも飛び立ちそうでございます。おはよう、ピーちゃん。4兄弟だったのね。そしてね、こっちも、ずっと親鳥がいるんで卵を産んでると予想されます。はい、それでは、こちら硬貨買取看板つけていきたいと思います。まずはね、この裏に両面テープをつけていきたいと思います。はい、ということでね、看板、両面テープで貼っていきますけれども、両面テープね、こういう看板をつける場合はですね、紙の薄い両面テープじゃ全然ダメですからね、できれば 3M の、分厚い両面テープがいいんですけれども、今は 3M のやつはちょっと高いんで、ちょっとこう分厚い両面テープが、布ガムのようなね、のが売ってると思います。これをねやらないと、安くて薄くて細い両面テープでは全くつきませんので、
特にねこういう壁面とか看板のつけるときはですね、どうしてもやっぱボコボコジャリジャリしてますんでね、はい、ちゃんとした、分厚い両面テープを選んでみてください。はい、ということでね、まずこちら壁面の方に、コーキングを、打ってきます。まあ接着剤代わりですね。はい、ということで、コーキングをつけていくわけでございますが、これがですね意外と接着剤として効いてきます、後でね。はい、ですので、まあポイントで、コーキングを打ってきます。でね、こういうところが、結局ザラザラしてますんでね、両面テープはほとんどつかない状況ということになりますので、きっちり両面プラスコーキングということで接着剤でねきりつけていった方が、まあ間違いないということでございます。でさらにね、その上からビスを打つということで、まあ大丈夫じゃないかなと、外れることはないかなというふうに思います。はい、ということでね、コーキングと両面テープでつけてから、下穴振動ドリルでコンクリ振動ドリルを使いまして、そして、ビスを打ってきます。まあ今日はね1枚だけなんでね、じゃあちょっと終わりますけども、はい、これで脚立がこれでギリギリなんですよね。はい、ですのでまあ大体看板屋さんは大体12尺とかね9尺とか、2台置いて、そして、真ん中に足場板乗せて、やってる方が多いんじゃないですかね。はい、そうしないとね、こう壁側にドリルとかで力を加えることがですね踏ん張れないので、結構難しいんですよ。はい、踏み込み踏ん張りみたいなね、壁押しみたいなね力が結構かかるんで、脚立だとね後ろにひっくり返りそうになるんですよね。はい、ということで、はい、このようにねコーキング両面テープで、つけますと意外とこうやってしっかりくっついてくれます。手離してもね、風が強くても、取れることはないということですが、これだけではちょっとやっぱ弱い心配なので、はい、そしてここに振動ドリルで、ビスを打ってきます。でやはりね相手がサイディングですので、そのままビスは硬くて入ってきませんのでね、3.4 ミリだったかななんかの下穴を開けて、はい、それから、4ミリかなんかのビスを打っていくと、これもコンクリビスですね、はい、を打っていくというような形になります。でこのビス頭もね、結構雨漏り心配なので、ビスを打つところに、ビス穴にですねコーキングを1回、つけまして、そして上からビスで揉むとですね、ビスとコーキングがこううまいこと壁の中に入っていってくれますんでね、はい、雨漏りの心配はなくなるのかなと思われます。はい、ということでね、まず真ん中からねビス止めをして、固定していきます。はい、それからね、1,2,3,4,5,6,7,8,9 箇所ですかね、はい、ビスを打てばほぼ大丈夫じゃないかなというふうに思います。で上から見ると結構高いでしょ、下ね。はい、結構高いんですよ。下から見上げるとね大したことないように見えますけど、上登ると結構高いでございます。はい、ということで、ちゃっとね、なんか雨降っただったんでね、この後雨雲レーダーでこの後雨降りますみたいな感じだったんで、とっとと終わらして帰ろうという感じでやっております。ということでね、無事に看板がついたようでございます。
はい、ということで、無事看板取り付けが完了いたしました。はい、ということでね、ちょっとこちらイラストレーターのデザインなんですけど、ちょっと見ていただきたいんですけども、はい、一応ね、最初こういう感じで、グリーンの文字とか、いろいろ検討したんですが、最終的にこれがですね、実際の、この壁面の寸法なんですけども、この壁面の寸法に対して、アルミ複合板、これがアルミ複合板なんですけど、12345枚にするか1234枚にするかっていうことで、ちょっと迷ったわけですね。はい、で最終的にはこの4枚の黒文字に決定したんですけども、こういう感じで最終これ5枚の場合のね、最初の5枚の場合の、イメージなんですけど、そしてこちらがね、側面から見た感じのイメージなんですけども、こんな感じでねなりますということだったんですけど、ちょっと間違っちゃいましたね。この5枚の寸法で、結構ここ余裕があったと。だ5枚やって、ちょうどいい寸法だったと。で実は当初からこの国家買い取りはなんですかね、予定したんですけども、はい、こういう感じで2段になっちゃうかなと思ってたんですけども、はい、結局最後はですね、5枚でうまく入ったと、いうようなことでございます。はい、ということで、リサイクルショップ看板を取り付けるの巻、完了でございます。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日は看板、全部付け終わりまして、高価買取っていうね、高価買取っていうね看板も、付けまして、これで一応看板は全て終わりとなります。ありがとうございました。次回はね、ちょっと店内のポップもねいろいろ考えていこうかなと思っております。はい、ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらこの下のですね YouTube のこの下の点点点ってところからサンクスボタンっていうのがあるんで、200円から投げ銭ができますので、もしよろしかったら寄付お願いいたします。それとメンバーシップの方を始めましたんで、お友達以上でメンバーになっていただけると助かります。ありがとうございます。それとね、近所の方で、お困りのことがあればですね、電気工事とか、工事全般、はい、あと家具修理、あと草刈り、困ってる方でね、ちょっと業者に頼んだら見積もりが何百万かかっちゃったんだよみたいなのがね、あって困っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、便利屋として、何かご協力できるのかなと思いますので、よかったらお店の方にいらっしゃってください。はい、ということで本日も以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月